はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回から CNC を使ってはいくんですが、まずは Fusion 360の、CAM 機能の勉強からしなくてはならないですね。一応一通り今やってみたんですが、いきなり本番の鉄やるの怖いのでケミカルウッド用意しました。これ比較的柔らかい素材なので、万が一刃が食い込んじゃってもエンドミルが折れるようなことはないと思います。一応今水平は出したとこなので、刃物の原点を一応ここから取っていきます。何しろ今まで使ってたキャムと随分勝手が違うので、ちょっとうまくいくかわかんないですね。Z 軸の取り方は人それぞれあると思いますが、自分はシックネスゲージを挟んで調整していきますね。人によっては寸法がはっきりしている丸棒を挟んで転がしていくような人もいるようです。明らかに動きがおかしいです。 Z 軸がどこまでも下がっていこうとしますね。もう一回やり直しをします。今度は予定通り動いているようですね。安心しました。それでは本番用の素材をカットしていきます。はい、いよいよ CNC 進めていこうと思います。練習で何回か、合計8回ですね、練習したんですが、まあなんとかなりそうな感じです。これはケミカルウッドですが、実際にはこちらの鉄の素材使ってきます。今まで NCVC というのを使ってたんですが、 NCVC からフュージョンへ一本化したので、その調整にかなり手間取りましたね。まあなんとかなるんじゃないかと思ってこれから進めていきます。いきなりこっちでやらなかったのは、これで失敗するとエンドミルいきなり折れることになるんで、まずケミカルウッド柔らかい素材で練習してみました。オーラスで貫通すると嫌なので、下に1枚敷いて、もうベイク板も何も関係なく思いっきりテーブルに穴開けましたね。最悪です。気を取り直していろいろ設定変えて2回目チャレンジです。今度はうまくいってるみたいですね。今度はボールエンドミルに持ち替えての切削となります。なので Z 軸原点は取り直しになります。
今金型2つできました。一応1個目はちょっとあちこち失敗はしましたが、形にはなったます。2個目はうまくいきましたね。これの蓋になる3個目を今から作っていきます。で、3個目はフライス板で最初に半容器で取っちゃいます。ある程度取って残りの部分だけ NC で削っていきます。CNC でやるパートは一応終わりました。あとは半容器でちょっと削って手で仕上げていきます。それでなんとかなるんじゃないかと思います。はい、最後にこの高さを 2.1 ミリにすれば OK ですね。ここを CNC でやってもいいんですが、結構 CNC 時間かかるので、半容器でやっちゃいます。半容器でやればあっという間ですね。この程度の傑作は。せっかく CNC で削ったところを潰さないように気をつけます。はい、CNC 使う、部品は3つ揃いましたね。これが一番最初のやつ。ここに突っ込んだ後で引きずっちゃった跡が結構あるんで、いまいちですが、なんとかなると思うので、このまま進めます。2つ目、なんとか補正はしました。3つ目は普通にできるようになって、やっと安定して作れるようになりましたね。ここまでが長かったです、正直。今回本格的な加工をやって CNC の問題点もいくつかちょっとはっきりしました。今後順次それを改善していく予定ですが、今のところはこのまま進めます。あとは細かい部分の仕上げを進めていきます。この辺は手でやっていくのが一番いいと思います。この型には4つ穴を開けてあるので、2つはタップ用の穴、残り2つはリーマーを通して1決めピンを入れる穴ですね。この後型を組み立てた状態で全ての面をきれいにしていきます。できれば CNC の時点できっちり揃うといいんですが、今回は揃わないだろうなと予測が立ってたので、後で仕上げるためにそれなりに余白を取ってあります。この時に追加のネジ穴などを開けてしまいますね。ネジ作りました。あとはフックを作れば OK ですね。はい、こんな感じで型 B のストッパーですね、できました。あとはこっちでネジで押さえればいい。こんな感じでネジをつけちゃえばがっちりは押さえられるので、こんな感じで。あとは湯口となる部分を作っていきます。
この部分は正直さほど精度いらないので、まあ気楽にバサバサ削っていきますね。昨日手順説明してなかったと思うんですが、まずは型ですね。金型、作った金型を温めて予熱しておきます。で、これが真空チェンバーですね。まだこれ温まってませんので素手で触れますが、これをここにつけて、ポンプで空気を抜くと。そうすると型の隙間から空気が全部抜けていこうとするので、ここから入れると一気に型全域にアルミが回るという仕組みになってるんですよね。正式な工業用の場合、さらに上から圧力をかけたりしてるんでしょうけど、そこまでの設備はちょっと作れないので、もうここが限界ですね。金型面白かったですが、正直金型を進めるよりもロストワックス法、そちらを進めた方が現実的だと思います。それではここから実際に鋳込みをやっていきます。今ちょうど金型を加熱しているところですね。一応温度は280度程度を目安としています。根拠としては前日にやった実験で280度程度が一番条件が良かったように感じたからですね。この時点でポンプを作動させて中の気圧を下げていきます。完全に真空になるわけではないですが、間違いなく大気圧よりは低くなっています。そしてこの段階で湯を入れていきます。金属を入れた後もしばらくの間はポンプを作動させておきます。あまり意味はないと思いますが、おまじないの代わりですね。完全に固まったら型を分解して中身を取り出していきます。あっちこっち熱いので要注意ですね。ちょっと引けが出ちゃったな。綺麗は綺麗か。さっきのは取り出したのカメラの前で見せるの忘れちゃったので、別のでもう一回カメラの前に出してみますね。よし、安定してきたぞ。はい、鋳造全部終わりました。昨日作った分がこっちですね。で、今日やった分がこちらです。この中からいいものを12本寄っていきます。いまいち2軍、これは出来がいいから1軍、これも2軍、
1群だけで12本あるかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13個あるね。よし、1群だけでなんとか構成できるか。じゃあとりあえずこれを仕上げていきます。1のカットをただ個人的には金型鋳造って利便性ではあまり優位性がないですね。あまり使いどころがないというか、金型鋳造をやるくらいなら同じサイズのものならロストワックス鋳造した方がいいですね。まあ新しいことをやるのはいつでも楽しいですけどね。この中でよりすぐった6個をスタメンかな。さて、ここから旋盤作業ですね。まずはハウジングと呼んでいる外側の部分ですね。それを作っていきます。素材は鉄なので、なんか適当な材料を探しますね。はい、素材見つかりましたので、やっていきますね。70ミリぐらい、165ミリ。このぐらい取っとけ。長えな。まずは芯押し用のセンタードリルを揉んでいきますね。あとは芯押しして削っていくんですが、突き出し今回長いので嫌ですね、こういうのは。まあそうは言っても全長長いので仕方ないですね。0.01。一番太い部分の外形が終わったので、次の段階の外形切削ですね。そしたら中心に穴開けをしていきます。細いドリルからだんだん太くしていって、最後にはリーマーで仕上げることになりますね。片面の切削終わったので、これで突っ切りで切り離して持ち替えをします。この先3つ詰めでは都合が悪いので4つ詰めに変更します。外形切削は前の段階で終わらせているので、ここでは穴開けですね、主にやっていきます。やはり細いドリルから順繰りに徐々に太くしていって、最後はリーマーを通して仕上げとなります。
旋盤作業は一旦これで終わりかな。でフライスに移りますね。今のところここちょっと全長長く5ミリほどステ分があるんですよね。なのでこのステ分に三角形、正三角形になるような辺を作っていきます。最初の一辺削ったらプロトラクター使って辺を合わせますね。これで60度傾いた状態になるので、もう一辺を削ることができます。3つ目も同じように削っていきます。はい、3辺できましたね。この後はもうこれを基準にやっていきます。では、まず図面のこの辺を作っていきます。片面終わったので180度回して反対側も削っていきます。出来上がった平らな部分には貫通のポケット加工をするんですが、エンドミルは垂直方向への切削が苦手なので、先にドリルで下穴を開けておきます。予定の寸法までいくとちょっと細くて合成低くなりそうなので、このぐらいにしとこうかな。ちょっと設計変更かな。次は端っこの長穴加工になるんですが、やはりこれもドリルで下穴をちゃんと作っておきます。そしてその下穴をエンドミルで仕上げるという方法になります。よし。はい、原点を出したので長穴ですね。ここのやっていきます。ここもさっきと同じようにまずドリルで下穴を開けてエンドミルで仕上げるという方法となります。1個目の長穴加工、メインの長穴できましたね。ここ、いい感じでできてると思います。はい、残り2箇所、こことここやっていきます。3箇所すべて長穴できましたね。だいたいこれで等分三角形に3箇所等分になったはずなんですよね。まあ多少ずれてても大丈夫なはずです。一応そういう風に設計したつもりなので。よし。では次の工程は最後になるかな。次旋盤で、溝入れですね。ここら辺とここら辺に
溝を作っていきます。溝入れと、あと、ここ、必要もういらないので、ここ切ってしまいますね。はい、セットできたので、あとは、溝を掘っていきます。まあこの辺はそこまで気使わなきゃいけない場所じゃないので、はい、溝もこれで掘り終わったので、あとは必要のなくなった単面の部分ですね、削って落としてしまいます。はい、これでハウジング部分完成ですね。まあ細かい仕上げはあと手作業でやっていきます。はい、セット完了なので、じゃあ作っていきますか。今作っているのは先ほど作ったハウジングの中を通るシャフト部分ですね。ハウジング以上に長くて細いので正直やりづらいですね。結構中央部分で素材が逃げてしまって真ん中だけが太くなる傾向になりますね。ネジ切ってきます。シャフトにくびれを2箇所ほど作っていくんですが、こういうくびれが結構厄介ですね。今回幅が狭いので突っ切りを横にスライドさせながら削っていますが、本来これはやるべきではないと思います。突っ切りは縦方向は比較的強いですが、横方向へはあまり合成がないので、ちょっとでも負荷かけると刃物が食い込んでしまうことがあるので気をつけてください。傾斜を10度つけると、こっちは10度か。傾斜10度。だいたい位置を合わせてみます。まあ問題なさそうですね。これでつかみ位置を後ろにずらして、これでできました。いい位置に収まりそうですね。とりあえずは。最後は、まあ簡単なものですね。ネジ切ったノブですね。を作れば OK です。終わりました。ローレット加工終わったので、これで OK です。あとは手やすりで細かい部分を仕上げていきます。はい、やっと細かい調整終わりました。これでちょっと硬いですが入りますと。
手で押し込んで入る程度なので問題はないですね。あとこれがここにつけば OK です。ここについて砥石がつくんですよね。まだ最終調整してないのではまりませんが、こんなもんですね。鋳造で作ったアルミパーツを溝にきちんとはまるように仕上げていきます。はい、一応3つだけ先に先行してやって組み立ててみました。ここネジつけてませんし、まだスプリングも用意してないですが、ネジを締め込むことによってこれがギュッと見えるかな。よいしょ。仕上げたパーツに砥石くっつけました。接着剤ではめ込んでるだけなので、一応耐油接着剤使ってるんですが、ダメならまた考えますね。組み方としてはシャフトを入れてスプリングを入れると、そして調整ノブを入れると、それでロールピンをここに突っ込みますと。そうすれば位置固定ができるはずなので、ロールピンを打ち込むと。そしたらこの砥石を入れてと。これちょっと失敗したかもな。思ったより調整幅が狭い。で、オーリングをはめてと。で、こっちもオーリングをはめると。よし。はい、ここまでシリンダーの内側研磨用のジグ作っていたんですが、一応形にはなったんですが、この時点で大きな失敗がありました。まず一番狭くした時にここに軽く入るのはいいんですよね。そうでないと困るんですが、問題は一番広く調整した時にこうやって調整していくと、だんだん砥石が出てくるんですが、それは予定通りうまくいったと思います。うまくはいったんですが、砥石の出幅が予定より狭くて、こんだけしか出ないんですよね。これでシリンダーに入れていくと、はい、まだスポスポです。当然こんなんで削れるわけもなく失敗です。なので一部設計変更してもう一回作ります。今回の動画は失敗したというところで終わってしまうんですが、次回に続きます。本当は今回終わらせて次回ホーニングやりたかったんですけどね。しょうがないです。次回用の修正版の CAD はもう引きました。今度はストロークも十分になっているはずですね。今回の失敗の原因は最初に設計した段階で確認を怠ったことが最大の原因ですね。この新しいバージョンはもうシミュレーションもして何度も確認したものなので大丈夫だと思います。でも今回で CNC がある程度目処が立ったことと、とりあえずはやってみたかった金型鋳造ができたので、よしとします。
どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。